はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月25日の繁栄月食から4月9日の皆既日食までの2週間を星の解説も含めながらタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。いきますね。また456ってこの3ヶ月の結構重要な時になるので、また3ヶ月のタロットリーディングっていうのを、4月に入ってからアップしようかなと思ってますので、そちらも楽しみにしててください。今回は2週間のリーディングになります。はい。それからお知らせなんですが、星のことを勉強したいなとか、タロットのことを好きです、知りたいですっていう方は、アストロ&タロットフレンズというメンバーシップを私の方でやっています。こちらは結構勉強したい方向けで、メンバーさん限定の動画ももう300本以上あるんですけれども、別に勉強したいわけじゃないんだけど、星の情報を聞きたいよという方は、LINE のターラフレンズというメンバーシップもあります。でこちらでは、例えば新月のエネルギーだったり、満月のエネルギーだったりっていうのをお届けしていますので、ちょっと用途が違うんですけれども、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。それでは行きましょう。ちょうどね、3月もうすでにお誕生日迎えている方おめでとうございます。じゃあどんなリーディングになるのかやってみます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。はい、ペンタクスナイトの逆カップ4の逆、ソード6の逆、そしてペンタクス10、ジャッジメント、ペンタクス9、はい、ワンドの7。気をつけることや対策は、吊るし人の逆とワンド3とオラクラじゃんわストレングスです。逆ですけどストレングスです。なるほど。はい、この3月25日のまず月食のエネルギーっていうのが少しね、なんていうのかな、満月ってすごくエネルギーが高くてビリビリするんですけども、少しなんか行動をねちょっと制限されているような感じがするんですね。でお羊座の皆さんは本当にこの春もう大ブレイクぐらいの感じの勢いのエネルギーがあるので、3月20日を過ぎてからっていうのもどんどんエネルギーが蓄えられていくんですけども、でもまだ少しちょっと土の中っていうかね、芽がまだぴょこんと出ていないような感じのエネルギー的にですよっていう感じで、やっぱり4月の9日の日食ですよね、皆既日食を過ぎてからの方がより自分らしく堂々と入れるっていう感じはあると思います。でそれがまたカードでも出ていて、なんか企画とかやりたいこととかなんか夢とかそういうのはあるんだけれども、何か一つが引っかかってまだスタートできないとか、何か全てが揃ってないんだっていう形で、これはじっくり考えた方がいいんじゃないかということで練ってる感じがするんですね、いろんなこと。でもその練るっていうのはとてもいい時期です、この時期。まだ全体的にこの3月っていうのは少し魚座のエネルギーが強くて、ゆっくり溶けていくみたいな感じの時なんですね。雪が溶けていくっていう時なので、羊座の皆さんもよし頑張るぞっていうバイタリティがあるんですけども、何か自分の中にあった不安とか緊張感とかそういったものを一旦ちょっとゆっくり溶かしてフラットな状態になってから始めていくっていう感じもするので、今はそれを溶かしている段階の中で企画を練ったり計画を立てたり、これをしたいな、自分が大事にしたいものは何かなっていうことをしっかりと見ていくっていうのがいいみたいです。でそしてエネルギーがすごくこの春から上がっていくとは言ってもですね、感情的にはみんな人間ですから、いろいろ上がったり下がったりすることもあったり、現実別に何が悪いわけじゃないんだけど、なんとなくモヤモヤしたりとか面白くないなと思ったりする時だってある。それが普通と思っておいてください。なのでそういう時もあればうまくいく時もあるっていう、この波がね自然な形で穏やかに進んでいくよっていう感じがしました。ですので何もすごく興奮してもういつもエネルギーがマックスっていう状態がいいわけではないので、気持ちが上がったり下がったりしながらも基本的にはその流れにちゃんと乗ってるよっていうことです。そして
ちょっとここまでの流れでね、要するに自分の気持ちと現実の動きっていうのがちょっとマッチしてなかったっていう感じがあるんですね。もっと気持ちは早く行きたいし、もっと早く進みたいし、いろんなことやりたいけど現実的にはできないとか、流れ的に来てないみたいな感じがあったかもしれないんですけども、でも結局やっぱりそれって自分が急いでいただけなんだなっていうことを感じるかもしれません。現実的にやはりもう3月の末から4月の頭っていうのはお羊座の皆さんにとっては本当に豊かな時なんですね。体調ちょっと気をつけてほしいっていうのはあるんですけども、春のね季節、それは皆さんにとって体調変わりやすい時なんですけど、でもそういったことをきちんと把握して整えていれば、本当に今ある現状の中からの幸せを感じられるっていうカードが出ています。いろんな、これは一つのことだけじゃないです。例えば家族のこともそうだし、家族って言ってもいろいろありますよね。親のことだったり、パートナーのことだったり子供のことだったりっていろんなこともあるけど、でもその中の一つ一つの喜びっていうものを感じられたりとか、ご自身がお仕事をしている仕事の中でも自分がこれだけのことを達成できるようになったっていう自分の進歩を喜べたり、または同僚とうまくいってるとか、上司に認められたとか、いろんなジャンル、いろんな分野において少しずついろんな喜びが待ってるよっていう感じがあるので、このわずかに散りばめられた喜びを自分が感じられるかどうかっていうのは、自分が落ち着いて今ここにいるっていう感覚で過ごす、今この瞬間を体感するっていう感覚でいると、本当に見るもの関わるもの全てにすごく喜びを感じられる、価値を感じられるっていうような時期です。でその感覚の中にいると、昔思っていたことがこんなに簡単にできたとか、こんなに簡単に叶えられたみたいな感じで、すごく昔思っていたことや昔自分が意図したことがもう入ってくるよって感じで言われてます。これは復活みたいなジャッジメントのカードなんですけど、もう救済のラッパが鳴り響いて復活するみたいなね感じのカードなんですけど、要するに自分がダメかなと思ったことも全然ダメじゃなかったって、それは自分の感覚が自分を見ている感覚だったり、自分が状況を捉えている感覚っていうものが曇っていただけだったんだと、現実を落ち着いて見てみれば本当に豊かだったんだっていうところで、すでにあったんだみたいなね感覚があるかもしれません。これも本当健康とかもそうですよね。普段健康のこと分かんないけど、病気になった時に健康のありがたみが分かる、自分がいかに健康だったかを知るみたいな形で、今まで普通にもうこんな仕事大変とかって思いながらやってたけど、すごく自分ってこの環境に恵まれてたんだとか、すごく自分はここまでやってきたんだということを感じられる時なので、ぜひそれは受け取ってください。もう静かにこの瞬間を感じて、現状を見渡した時にたくさんの喜びがあり、それを感じて、でさらに感覚が超えて次のチャンスが来るよっていうふうに言われてるんですね。なのでこの感覚を感じずに、次のチャンス、もっと次のチャンスって今ここの喜びではない、まるで今ここがこの空虚な空間とか空っぽだからこそ外から求めるというのではなく、自分が満たされているからこそより一層フィットした豊かさっていうものを引き寄せることができるよということで、これチャンスがやってきます。このチャンスっていうのは人間関係や恋愛でもそうですし、またはビジネスもそうです。お仕事においてもこれまでやってこなかったようなお仕事のチャンスの話が来たり、人間関係も自分と同じっていう感じじゃなくて、自分よりも自分がこの人すごいなとか、こういう人と仲良くなりたいなって思ってた人と縁ができるみたいな、そんな感じがあるんです。だからすごくチャンスがあります。でそれを自分が切り開いていくっていうよりも、向こうから来るみたいな感じもあって、とてもラッキーですね。でそしてその後ね、やっぱりワンドの7ということで、自分の立場を守りながらしっかりと自分の足で立っていくよっていうふうに言われています。なので、星の流れで見た時にね、この3月の25日から、4月に入って、特に4月の2日から4月25日までっていうのは水星がお羊座で逆行するので、新しい考えや発想っていうのはもうバンバン浮かぶでしょうけれども、でもやっぱりそれちゃんと見直さなきゃとか、もう一回ちょっと振り返ろうとか、過去を振り返ってしっかりと現実を捉えようとかっていう形で、思考がちょっと回りすぎるか、もしくは後戻りするか、
っていうのも起こりやすいですし、または現実世界ではメールが届きにくいとか交通が乱れるとかそういうことも起こりやすいので、余裕と確認を持ったコミュニケーションをとってください。そんなに気にすることないんですけどもね、ただこうキワキワでやるっていうよりはちょっと余裕を持ってやるっていう風にしておくといいと思います。確認をするとかね。でその次4月3日から4月3日っていうのはすごく優しいエネルギーに満ちている時なので、おそらくその優しさの中にたくさんの豊かさがあるんだろうなって思いますし、また4月5日以降は金星がねお羊座に入るということで、新しい愛の形みたいなのが見えてきたりとか、こう自分の中で新しい価値を見出してたりとか、こう何かねこう新しいサイクルに入るなって感じがするんです。もうこれはいいですよね。自分の新しい趣味を見つけるともいいし、今まではなんか普通に食べれなかったものが食べれるようになって美味しいとかっていう気づきもあったりするかもしれないし、おそらくでも一番嬉しいのは人間関係でしょうね。人間関係お仕事においてそのチャンスが来るっていうふうに出てるので、それをおそらく4月の5日ぐらいから実感されるんだと思います。はい、ですので、対策としてはそうね、ちょっとこっちの補足カードも見ながらいこうかな。対策としてはやはりあんまりねこうお羊座の皆さん動きながらやるっていうのは好きだと思うんですけども、こうがむしゃらに動くというよりはしっかりと落ち着いて今ここにいて未来を現実や未来を見てくださいっていう形で言われています。でそしてもしも皆さんの中にねなんか今足止めをされているとか思うように動けないっていう方は、その状況の中からこそ感じることがありますよっていうふうに言われているので、とても、スピードが速いとか遅いとかではなく、今のこの時に気づくことがあるよっていうふうに言われてます。なんかちょっとだけなんかペースを落として日常を丁寧に過ごしていくっていうのもいいみたいですね。3月のねその20日以降もうすでに過ぎましたけど、やっぱりお羊座に太陽が入ってくるのでこう光をどんどん浴び始めるんですね。もうそれふんだんに浴びてくださいって感じがします。そしてオラクルがやっぱりこのストレングスっていうカードなので、これは愛の力っていうかね、こう不可能を可能にしていく力が今芽生えようとしているよっていう感じのカードです。もうお羊座さんにぴったりじゃないですかねこれはね。ただまだ逆位置なので自分でその力をどのようにコントロールしていいかわからないとか、本当にその力が自分にあるのかわからないみたいな感じかもしれませんが、それも焦らないでください。4月5日以降の方がそういったエネルギーっていうのは感じやすくなります。そしてまたね4月9日からいい区切りとしてスタートしていくことができるので、今はまだね自分の中で楽しいって思うことにフォーカスしたり、いや昨日はできたけど今日はできなかったな、まあいいかみたいな形で物事は流れていくよっていうふうに言われています。そんな感じかな。なんかチャンスが来るみたいな感じがすごくありますね。いいですね。ちょっと念のために見てみますね。気をつけること。ちょっと待ってください。その前にやっぱりこのなんかチャンスがすごく来るっていうところをもうちょっと見てみたいと思います。そうですね昔の自分のイメージを捨てちゃってくださいって感じがありますね。昔は自分はこんなことができなかったとかこんなことがダメだったみたいな昔の経験から来る自分のイメージってあると思うんですけど、もうそれ壊してくださいねっていうふうに言われてます。もうこの春からもうブランニューで新しい自分になるよっていう感じで言われていて、それは過去に自分がこんな人になりたいなって思った自分にもう今近づいてるんじゃないですかみたいな、そうなるような段取りができてるんじゃないですかっていうようなメッセージなんですね。でも何かその周りの人だったりとか昔の自分を知る人だったりとか昔の自分がやってきた状況に合わせてきたこの状況に合わせてきた自分というものをちょっとどこかで感じていて、それを捨てきれないみたいな思いかもしれませんが、いや3月25日はですね思い切って変えてくださいっていう実はメッセージがあったんですね。この月食だけのエネルギーで見た時に。なのでお羊座の皆さんはきっとそれを潔く変えれるんだろうなと思ったんです。こんなにすんなりとチャンスが来るっていうふうに出てるとね。なのでそこはもし少し自分が気になっていることがあったら思い切ってそれは手放してみるとかってすると願っていたことは叶うよと。そしてそのワンランク上のねチャンスっていうのがやってくるよっていうふうに出ています。こんな感じかな。
ということでここまでにしとこうかなはい、また4月5月6月のね3ヶ月分の方でお話したいと思います。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素晴らしい時期を堪能してください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。コメントや登録もお待ちしております。では失礼します。